HSP でよく知られるハイリーセンシティブパーソンは、今日知られているものよりも深い定義があります。これは1990年代半ばに心理学者のエレインとアーサー・アロンによって作られた、出来事や状況を他の人よりも深刻に捉える人という意味の言葉です。しかし残念ながら、この言葉には否定的な偏見がつきまとうことになりました。長年にわたり社会は HSP を考えすぎる人、個人的に物事を捉えすぎる人と認識していました。敏感で神経質でおせっかいな人というイメージでした。また、自閉症スペクトラムと誤診されることもありました。自閉症と HSP の人は両者ともに周囲に敏感ですが、同一ではありません。今回の動画では、多くの HSP の人々が経験することや彼らの特徴をいくつか紹介します。その1、変化に気づきやすい。人間と一口に言っても、中枢神経系の作りは人によって異なっています。HSP の人はより多くの情報を感じ取り処理する能力が高い傾向にあります。その結果、HSP は人一倍環境の微妙な変化に気づくことができます。自閉症であることと HSP であることは別物ですが、サイコロジートゥデイのアンドレ・ソロによると、自閉症の子供と HSP の子供は騒がしい環境や忙しい環境に圧倒されると同じような反応をすることがあるそうです。そのような場合、子供たちは癇癪を起こしたり引きこもってしまうことがあるのです。その2、音に敏感。スーパーマンはどうやってメンタルを保っているんだろうと不思議に思ったことはありませんか？ HSP の人たちは周囲の音に反応しやすく、大きな音を不快に感じたり我慢できなくなったりすることがあります。研究者のビアンカ・セベドラは、 HSP は障害ではなく特性であり、人間の 20%、また人間以外の多くの種も持っているものだと述べています。また HSP の人たちは他人の気分にも影響されることが研究で明らかになっています。大きい音やノイズが苦手なのは自閉症の方も HSP の方も共有していますが、少し脳の構造が異なっています。研究者のホワイトハウスとビショップは、自閉症の方は脳の構造が異なっており、音を符号化し処理することを妨害してしまっているのかもしれないと述べています。なので、ショッピングモールや繁華街などの騒がしい場所では特に不快感や圧迫感を感じてしまう傾向にあるのです。一部の自閉症者の発は言語学習の問題や音の過敏性には音の処理能力が原因だという説が昔はありました。しかし2000年代初頭、聴覚神経科学研究所のニコール・ルッソとそのチームはこの説を否定し、聴覚経路に違いがあることを立証しました。それに対して HSP の場合は、共感・人格形成に関するプロセス、自己内省に関連する領域で脳が活性化するのです。その3、周りからのストレスに敏感。レイチェル・サムソンによると、 HSP は中枢神経系が拡張しているだけであって遺伝的なものではないそうです。 HSP と向き合っていく上で環境は大きな役割を果たします。サムソンはサポートがないかつストレスの多い幼少期の環境と HSP の発症との関係性を示唆する研究についてこう述べています。他の子供たちよりも激しい感情や痛みを感じ、それらを対処する方法を学べず仲間外れにされさらに傷ついたりという負の連鎖に陥る可能性があります。気が向かないことを上手に断ることや居心地の悪い場所から離れることなど、自分の感受性を取り扱うことができるようになれれば、それが生きる上で支えになっていくでしょう。遺伝子と環境は人生に大きく寄与していますが、決して私たちを定義するものではありません。あなたが感受性の強い HSP であれば、自分に合った対処法を見つけ、強みを生かしながら生きていくことができます。今回もありがとうございました。サイトゥーゴアーズ、お元気で。